はいどうも皆さんこんにちは、ゆうでございます。今回はサウンドピーツの最新ワイヤレスイヤホン H3 をレビューしていきます。サウンドピーツってコスパ最強のイメージですが、新製品 H3 はどうなのか徹底的にチェックしていきます。はい、ではまずスペックから見ていきましょう。 12mm のダイナミックドライバーを1機搭載しており、クリアで迫力のあるサウンドを再生することができます。コーデックは SBC、AAC、LDAC、aptX、aptX アダプティブ、aptX ロスレスに対応しています。注目すべきは aptX アダプティブですね。aptX アダプティブというのは音質と低遅延を両立できる優れたコーデックになります。環境や通信状況に応じてビットレートを自動調整し、音質と遅延のバランスを最適化、動画の視聴やゲーム時の音ずれを効果的に抑制するコーデックですね。はい、こちらの H3 は Bluetooth 5.4 接続に対応しており、音楽を楽しみたい人やゲームをする人、様々なシーンでお使いいただけるワイヤレスイヤホンになっています。はい、こちらの H3 にはノイズキャンセル機能も搭載されておりまして、ノイキャン性能は最大で 55dB、サウンドピーツ史上最高クラスのノイズキャンセル機能が搭載されているということで、オフィスやカフェなど比較的静かな環境から電車とか騒がしい場所でも AI がリアルタイムで周囲の環境を分析し、自動で最適な抑制レベルにノイキャンを調整。どんな環境でも音楽や作業に集中することができます。そして皆さんが気になるであろうバッテリー持ちですね。バッテリーはイヤホン単体で7時間、充電ケースを併用した場合は最大37時間ですね。一日中使っても余裕ですね。充電時間はイヤホン単体が1時間、充電ケース本体は2時間ですね。急速充電にも対応していて、10分の急速充電で最大2時間のリスニングが可能になっています。そしてこちらのイヤホンはですね、防水性能も備えております。IPX5 等級の防水、そしてナノコーティング技術により雨や汗に耐えられる仕様になっています。ランニングなど運動しながらイヤホンを使う際にも問題なく使うことができますね。その他詳細なスペックはこちらの画面に表示しておきますので、後でじっくりチェックしてみてください。はい、そしてこちらがですね、実際の製品になります。イヤホンのカラーはブラックの1種類ですね。はい、こちらのイヤホンのデザインはゴールドを基調としたシンプルでスタイリッシュなデザインになっていて、長時間の装着でも耳が痛くなりにくい形状になっています。はい、こちらがイヤホンの本体ですね。全体的にクリアで光沢感がありまして、こちらの外側のフェイスプレートにはサウンドピーツのロゴがさりげなく配置されています。メーカーロゴがそこまで主張せず、言われないと気づかないくらいさりげなく配置されていますので、個人的には嬉しいポイントですね。一方でこちらの内側や横の方からはイヤホン内部に搭載されているドライバーや基板が見えますので、この辺りもかっこいいデザインに仕上がっています。付属品はこんな感じですね。 USB Type-C の充電ケーブルも付属しています。そしてこちらがユーザーガイド説明書ですね。基本的には英語表記になっていますけども、日本語表記もありますので安心してお読みいただけます。はい、そして続きましてこちらがですね、アプリカードですね。H3 は P2 オーディオというアプリにも対応しておりまして、アプリと接続することでさらに便利にイヤホンを使うことができます。アプリについては後ほど詳しく解説していきます。はい、そしてこちらの白い袋にはですね、イヤーチップが4種類付属しています。イヤホン本体にもイヤーチップが1種類装着されておりますので、合計で5種類のサイズのイヤーチップが付属しています。はい、そして最後にご紹介する付属品がこちらですね。こちらはですね、
ピーツくんのステッカーになります。結構可愛いピーツくんのステッカーが9枚ですね、付属しています。はい、では実際にこちらのイヤホン使ってみましょう。一番最初はスマートフォンとイヤホンの接続方法から解説していきます。こちらのイヤホンが充電ケースにセットされている場合は、こちらのケースを開けますと、イヤホンの電源がですね、自動的にオンになります。電源を切るにはですね、こんな感じでパチッと収納するだけで自動的に電源がオフになります。イヤホンの電源をオフにした後、スマートフォンの Bluetooth 設定画面を開きまして、画面のデバイス一覧からサウンドピーツ H3 を選択するだけで接続が完了していきます。一度ペアリングすれば、次回からはこのケースを開けるだけで自動的にスマートフォンと接続されるので、めちゃくちゃこの機能はありがたいですね。他にもマルチポイント接続にも対応していますので、スマートフォンと PC の2台同時に接続しておけば、デバイスを切り替えることなく使うことができます。はい、そしてですね、こちらの H3 は専用アプリ、Peats Audio アプリと接続して使うこともできます。App Store や Google Play からアプリをダウンロードできますが、こちらのアプリを使うことで、イヤホンのイコライザー設定やボタン操作のカスタマイズ、ファームウェアアップデートなどを行います。一番おすすめしたいのがイコライザー設定になるんですけども、こちらはですね、イヤホンを自分好みの音質にカスタマイズすることができますので、もう少し低音欲しいなとか、そういう時もですね、アプリを使えば自分好みに調整することができます。専用アプリを使わなくてもイヤホンを使うことができますが、こちらのアプリを使うことで自分好みにイヤホンをカスタマイズできますので、ぜひ気になる方はですね、アプリの方もインストールして使ってみてください。はい、では実際にこちらのイヤホン装着してみたいと思います。H3 を装着するとこんな感じですね。イヤホンの形状は少し独特で、しっかり耳にフィットするように設計されています。実際に装着してみると結構安定感がありますね。運動や激しい動きでも落ちる心配が少ないです。こちらの H3 のイヤーチップは5サイズ同梱されていますので、自分の耳に合ったサイズを選ぶことができます。こちらのイヤーチップの大きさを自分の耳にフィットさせることで、ノイズキャンセル機能の効果を最大限発揮するためにも重要です。自分の耳に合っていないイヤーピースを使ってしまうと、耳が痛くなってしまったり、イヤホンが落ちてしまったりとか、ノイズキャンセル機能が十分に性能を発揮することができない場合がありますので、自分の耳に合うイヤーピースを5種類からぜひ探してみてください。僕はですね、普段 M サイズを使っていますが、こちらの H3 では L サイズが一番自分の耳にフィットしました。イヤーピースのサイズ選びは音質やノイキャン効果に直結しますので、実際にいろいろと試してみることをお勧めします。イヤホンの操作性については、タッチセンサーが左右のイヤホンに搭載されています。基本的な操作としてはこんな感じですね。反応感度も良好で、誤操作はほとんど起きないような感じですね。他の機能もタッチ操作で切り替えることもできますが、サウンドピーツ製品はほぼこちらのタッチ操作が共通ということで、他のサウンドピーツ製品を使っている方であれば、説明書とか読まずにスムーズに操作できると思います。はい、それでは肝心の音質について詳しく検証していきましょう。まず全体的な印象として、この価格帯のイヤホンとしては非常にバランスの取れた音作りになっています。 H3 に搭載されているダイナミックドライバーの効果によるものかわからないですが、高音域から低音まで幅広くカバーしています。低音域はしっかりと低音感があり迫力がありますね。 EDM やヒップホップ系の音楽を聴いてみた場合、ベースやドラムがしっかりと耳に響いてきます。結構強調されているというわけではなく、他の音域を埋もれさせないようにうまくチューニングされているような印象ですね。一方で
中音域はボーカルの表現が特に秀逸です。男性ボーカルも女性ボーカルも自然な響きで、ボーカルの歌の鮮明度も高いです。ロックやポップス系の場合はボーカルの存在感がしっかりと感じられますね。はい、そして最後に高音域ですね。高音域は結構繊細に表現されているなと感じました。シンバルの残響音やエレキギターのカッティング音など細かいニュアンスも結構再現できていると思います。サシスセソの視察音、こちらも耳に刺さるようなこともなく、結構長い時間聴いていても疲れにくいようなチューニングになっていました。音の広がりは平均的でかなり広いというわけではありませんが、楽器の定位は明確で、どの位置で鳴っているかがはっきりと分かりますね。また aptX アダプティブコーディックを利用した場合、より高品質な音楽再生が可能です。はい、では実際にこちらの H3 で再生した楽曲をバーチャル視聴で聴いてみてください。Ooh, put it on me. She my little pontoon shawty. It's okay, it's okay. At the lake, it's a party. It's a motherfucking party. And it's about to go down. Ooh, put it on me. She my little pontoon shawty. On the way to the lake. Ooh, yeah, it's a party. It's a motherfucking party. And it's about to go down. Pass me a cold one. Only getting older. So I'ma gon' pull you. さていかがでしたでしょうか。総合的に見て音質は1万円台のワイヤレスイヤホンとしては結構上位に位置づけられるような性能だと思います。はい、では続いてノイズキャンセル機能の性能を検証していきます。 H3 はハイブリッド AI ノイズキャンセリング機能を搭載していて、 H3 に搭載されているノイズキャンセリングのモードは全部で4種類ですね。ノイキャンのモード切り替えは左側のイヤホンを 1.5 秒間長押しするかアプリの方から変更することができます。はい、では実際にノイズキャンセル機能を使ってみたんですけども、人が多い場所では人の話し声や車の走行音がかなり低減されますね。サーキュレーターやエアコンのような低周波のノイズに対してもかなり効果的で、サーキュレーターやエアコンのような音もほぼ消してくれるような感じですね。ノイズキャンセリング機能の他にも外音取り込みモードも搭載しておりまして、こちらはですね非常に自然な音質で周囲の音を聞くことができます。イヤホンを装着している際でも会話をしたり駅や電車のアナウンスを聞いたりする際にもめちゃくちゃ使える機能ですね。外音取り込みのレベルもアプリで調整できますので、自分好みの設定ができるのも大きなポイントの一つですね。はい、では実際にですねノイズキャンセリング機能と外音取り込みモード、こちら使ってみましたが、正直なところ AirPods Pro とか他のハイエンドモデルのワイヤレスイヤホンと比べると効果はやや劣りますね。しかし1万円台のイヤホンとは思えないほど強力なノイズキャンセリング機能が搭載されていました。学校や職場への通勤や勉強や作業中のノイズを低減したい方には十分な性能だと思います。はい、では続いてですね通話品質についてチェックしていきます。はい、こちらの H3 には合計6つのマイクが内蔵されていて、 AI アルゴリズムによる通話ノイズキャンセリング機能が働きます。
実際に様々な環境を想定して通話テストをしてみました。はい、今こちらはですね、H3 内蔵マイクを使って録音している音声です。音声の方はいかがでしょうか？ワイヤレスイヤホンによくあるのが、音声がこもって聞き取りづらいようなイヤホンもあるとは思いますけども、こちらの H3 では音声の方いかがでしょうか？はい、では次に少し騒がしい環境を想定して、こちらのスピーカーからですね、ノイズを流してみます。このような環境では、どういう感じで聞こえてくるのか検証していきます。はい、ではこちらがですね、少し騒がしい環境を想定して、こちらのイヤホン H3 内蔵マイクを使って録音した音声です。音声の方はいかがでしょうか？はい、では実際に H3 内蔵マイクの音声を検証してみましたが、音声の方はいかがでしたでしょうか？総合的に見て通話品質は価格帯を考えると良好ですね。Zoom などオンライン会議をよく行う方やビジネス通話が多い方には少し物足りない部分があるかもしれませんが、一般的な用途では十分満足できる性能だと思います。はい、では続いてバッテリー性能ですね。メーカーの交渉値では AAC 音量 60% 通常モードの場合、イヤホン自体は7時間の連続再生が可能とされています。こちらの充電ケースからの追加充電を含めると最大で37時間の使用が可能とのことです。こちらの充電ケースからはおよそ4回分のフル充電が可能で、週に 1,2 回充電するだけでも学校や職場への毎日の通勤でも問題なく使用できそうですね。急速充電にも対応していて、イヤホンを10分間充電すると約2時間の再生が可能です。朝急いでいる時にも少し充電するだけで学校や職場への通勤中の音楽鑑賞には十分な時間を確保できますね。はい、そしてこちらの充電ケース自体の充電時間はフル充電まではおよそ2時間かかります。充電ケースの背面には USB-C 端子が使われておりますので、スマホと同じ充電器が使えるのもめちゃくちゃ嬉しいポイントですね。はい、そしてですね、まだまだ機能がございます。こちらの H3 にはなんとゲーミングモードも搭載されています。こちらのゲーミングモードはですね、aptX アダプティブコーデックと組み合わせることで音声の遅延を最小限に抑える機能です。一般的な Bluetooth 接続では映像と音声にごくわずかなズレが生じることがありますけども、こちらのゲーミングモードを使うことによってこの遅延を大幅に削減することができます。スマートフォンの専用アプリまたは左側のイヤホンを3回タップすることで簡単にモードを切り替えることができます。音声の遅延はほぼ気にならないレベルですけども、ゲーミングモードにするとさらに改善されます。 FPS ゲームとか音の反応が重要なゲームでテストしてみたところ、ゲーミングモードをオフにした状態では若干の遅延を感じましたが、こちらのゲーミングモードをオンにすることでかなり改善されました。ゲーマーレベルの要求には応えられないかもしれませんが、一般的なカジュアルなゲームプレイなら十分実用的だと思います。実際に僕が感じた印象ですけども、こちらのゲーミングモードをオンにするとバッテリー消費が若干速くなるような印象を感じました。メーカー交渉の遅延値は非公開となっていますが、実際の体感としては遅延がほぼ感じられない感じですね。1万円台のワイヤレスイヤホンでここまでやるかという感じで、ゲーミングモードを使った際の性能はかなり素晴らしいと思います。ほぼ遅延が感じられませんので、動画編集やリズムゲームなど音の同期が重要な用途でも使うことができるのは、この価格帯のイヤホンにしてはかなり珍しいポイントだと思います。はい、ではここまでレビューしてきた内容を踏まえていい点と悪い点をまとめていきましょう。はい、ではまずはいい点からお伝えしていきます。結構項目が多いので
気になる方は動画を一時停止して見てみてください。はい、じゃあ実際に僕が使ってみていいと感じた点はこんな感じですね。まず最初は価格に対して非常に優れた音質。ダイナミックドライバーによるバランスのいいサウンドチューニングはかなりおすすめしたいポイントですね。はい、そして2つ目ですね。バッテリーライフがめちゃくちゃ長いです。イヤホン単体で7時間、ケース込みだと最大37時間とかなり驚異的なバッテリーライフですね。1日使っても安心ですし、旅行に行く際でもバッテリー切れを気にすることなく使うことができますね。他にもまだまだありますけども、個人的におすすめしたいポイントは防水性能ですね。この価格帯にもかかわらず IPX5 等級の防水性能で運動中や雨の日でも使うことができるのはこちらもかなり嬉しいポイントですね。はい、では一方で改善してほしい点はこんな感じですね。外音取り込みモードの音質がやや不自然に感じることがありました。一般的にはあまり使わない機能かもしれませんけども、このあたりは今後のファームウェアアップデートに期待ですね。はい、ではいい点と気になる点をまとめてみましたけども、これらを総合的に見るといい点が悪い点を大きく上回っていますね。僕が感じたのは音質とバッテリーの持続時間、そして機能の豊富さを考えると1万円台というコストパフォーマンスは非常に優れていると思います。はい、ではどのようなユーザーにサウンドピーツ H3 がおすすめかご紹介していきます。1万円台という価格なのでコストパフォーマンスを重視する方に非常におすすめです。ハイエンドイヤホンはなかなか厳しいけど音質や機能性は妥協したくないという方にぴったりです。1万円台でこれだけの性能はマジでやばい、すごすぎます。はい、そして音楽のジャンルとしてはボーカル中心の楽曲やポップス、ロックとかバランスのいい音を好む方にも特におすすめしたいです。ベースなど低音を好む方にはやや物足りないかもしれませんが、アプリを使ったイコライザーである程度調整は可能になっています。他にも防水性能を備えていますので運動する方にもおすすめです。はい、では最後にまとめですね。こちらのイヤホンサウンドピーツ H3 はコスパ最強という言葉がぴったり当てはまる製品だと思います。1万円台という価格帯でダイナミックドライバーによる優れた音質、強力なノイズキャンセリング、そして最大37時間のバッテリー持続時間、aptX アダプティブコーデックとゲーミングモードに対応していたり、フラッグシップモデルに匹敵するような機能がこちらには搭載されています。音質面では高音から低音までバランスの取れたサウンドが楽しめますし、結構様々な音楽ジャンルに対応できます。僕がこちらのサウンドピーツ H3 につける評価としては10点満点中 8.5 点ですね。この値段を考えるとほぼ満点に近い評価となります。ハイエンド製品との差が確実に縮まってきている今のワイヤレスイヤホン市場で、こちらの H3 は価格以上の価値、これを提供してくれる素晴らしい製品だと思います。音楽好きで予算に限りがある方や学生さんなどはぜひ試してみてほしい製品です。はい、というわけで今回はこちらのサウンドピーツ H3 のレビューをお届けしました。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ゆうでした。